せーの。アットウィズイッシュ。一生一緒にいてくれや。なのです。ゆきです。りのです。りんです。ということで、今回のおしゃべり担当は、なのさんです。はーい。私でーす。ポン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 。戻ってきました。そうですね。何喋ろっかな。最近はね、はい。まあ、そうだな。最近ハマってることは、はいなんかもうみんなにも話してるんですけど、私最近タロット占いの動画を見るのにめちゃめちゃハマっていまして、そうここでもちょっとそのお話をしたいなって思ってます。ぜひしてください。お願いします。お願いします。YouTube で私が見てるのはその一人の人のやつなんですけど、うんうん好きなタロット占い師さんがいて、で本当に不思議なんですけど、本当に不思議なんです。よっぽど不思議なんだろうな。すごいの、不思議なのがこう自分があって思った動画を見て、でその中で私が見てる方のは3つ選択肢があって、いつも、3つか時によって違うけど、で選択肢の中から自分がこれだっていうのがあった時だけ見ると当たってるんですけど、その内容がね、なんかちょっとあんまピンとこないけど見てみようってノリで見るとあんま当たってないんです。だからちゃんとピンってきた時とか、直感ね。そう直感とか、その動画がパッて流れてきた時に見ると当たるっていうのがめちゃめちゃ面白くて、だから今こうやって私もみんなにタロット占い面白いからって言って広めるけど、なんかあんまピンとこなかったら多分見ても当たらないから、すべき時じゃない。そうその時じゃない。あなのちゃん言ってたなみたいな時に見た時の方が多分当たる。へー。でも本当にすごい当たっててめちゃめちゃ面白くて、私はもう最近ひたすらに見ていますっていう話です。ひたすらに見る。ひたすらに見てる。癖とか性格とかそういうのを当ててくれるの？なんかね、もういろんなジャンルがあるんだけど、なんか直近3ヶ月で起こる未来とか、あとなんだろう、最近一番直近で見たのが2026年上半期の運気みたいな。気になるわ。そうでめっちゃ気になるって思って見て、でピンとくるのがあって選択したら「あなた様は今これこういう感じですか?」みたいに言われて当たってる出ちゃってる出ちゃってる出ちゃってる。ことになるんです。へー。そう、ちなみに私が見てるのはこの方のめちゃめちゃ面白いです。 YouTube の画面で、はい、私がちょっと今検索をかけていまして、私はその方の声とか喋り方もすごく好きで見てるんですけど、すごい、まあまあ登録者数がいる。すごいですよ。すごい。一回だけその占いに行ったことあって、リンは手相とか別の占いしてもらったんだけど、友達がタロット占いしてもらってて、当たりすぎて怖くて、わかんの。そうだからいつかやってもらいたいな。確かに占いね。4人で行くのも楽しそうだよね。行きたいね。確かに。そう占いね、怖いね。めっちゃ面白い。やばい。もう一個話したいの思い出した今。こっちの方がいいよ、話しな。私この手相占いしたんです。めっちゃ占いハマってる。もうあからさまじゃん。あからさまに占いハマってんじゃん。これ手相占いしたんです。でしかもでもなんかこうその地に遊びに行くと毎回前を通っていて、その手相占いのね、でもこう気になるなって感じでいつもこう通るだけだったんだけど、こうなんかいやもうちょっと今日やってみようかなと思って、やったらすごいもう当ててくるんです、いろんなことを。でこういう感じで未来は進むし、こうしてった方がいいよみたいなことも言われて、そうという最近は占いライフを送っています。楽しいです。楽しそう。やってみたい。いいね、占いね。いいことだけ信じるのがそうね。味噌ですよ。なるほど。そういいとこだけつまんでいくんです。素敵だと思います。ありがとうございます。では今回のコーナーに参ります。はい。今回のコーナーは新生活みんなどうだった？パチパチ。ですね、進学や新社会人など新生活が始まった方も多いと思います。新生活が始まるといろいろと楽しいことも大変なこともありますよね。これから新生活をするというリボンのみんなにアドバイスはありませんか？ということで、みんなの過去の新生活シーズンのそのエピソードとか、そういうことかな。新生活めっちゃ大変だった記憶があります。私はまず電車の乗り換えができなくて大変でした。わかる。
高校卒業して上京した時うんが一番大変だった。へえ。多分さ、なのちゃんとりな地元ってさ、電車なんてそうもうなんか一一本しかないの線が。もうあ何々線とかないから、うんその駅に行ったらその電車しか来ないからそれに乗るっていう考えだったけど、あーもう違うじゃん。東確かに京っていろんな線があるじゃないですか。乗り換えとかないってこと？乗り換えないのよ。もう乗り換えないもうこう一本もう一本でプーンだからさ。そうしかもそれすら1時間そうみたいな。そうだから一本逃したらもう命取り。そうそう。確かにやばいね。お父さんに車で送ってもらうのしかあ、もうそういう世界なんだ。か。そうだから電車乗り遅れたらお父さん高校まで送ってくださいって言って、敬語だ。お父さんにブーンって連れてってもらってましたね、私は。いいね。ね。いいかな。いや、なんかそのそういうライフ車、もいいよね。うん、なんかそなんかの、こ1分1秒が命取りのそうそうそうさそう、生活とかってさ、想像できるわけじゃないから。そうだよ確かに。私はそういう生活も今思えばよかったなって。だってやっぱうん。ね、車の中でお父さんとさお話できるしさ。そうだようん、でそれはそうね。そうそう今なんかね、4分に1本電車で山手線とか来てるじゃん。うん確かに。もう、ブン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 来るからさ、したら1時間に1本って考えると思う。確かに時間のね大切さ、うん。タイムイズマネーね。遅れてもいいやみたいなことにはならないから。そうもうこれを逃したらもうもう、終わる。もう命取りみたいなね、本当に。そうね。だか、だからら例えばこう高校に入った大学に入ったってなって友達欲しいこう近づきたいってなった時にねどうやってアプローチかけるかとかもうわあ、もうこれは確確かに、私はもう本当に、でも得意な人はでもリーンとかもいけそうじゃない？リンいけそう。うんなんかこう、話しかけたいって思った人に話しかけれそう。あ、微妙なんだ。微妙そうだな。あでも私はもうバンバン話しかけるタイプなんですけど、そうね。でも本当に私は新生活とか新しいクラスとかになった時に本当に毎回緊張するんだけど、もう本当にクラス替えとかが一番苦手なのにの。でもわかる。で、もう本当に苦手で、もうだからクラス替えし、じゃあ1年生か2年生に上がったってなって、もう1年生、2年生になって新しいクラスになって全然仲いい子がいなかったら、もう元々仲良かった子のところに遊びに行って、うん。一緒に過ごしてたんだけど、でもやっぱり同じさクラスで過ごさなきゃいけないじゃん、2年生になっても。そうだよいっぱいイベントあるしね。だから私はもう声かけてくれるまで誰とも喋らないという。やばい、じゃあナノがそうですナノみたいなタイプがいたら、だから私が今、うん学生生活の中でできた友達で仲いい子たちは基本的にあちら側から声かけてくれた子なので、へーそうなんだほとんど。そうね。はい、なので本当に自分から行く勇気がないんですけど、やっぱプラスとマイナスっていうね、そうそうそう、そういう構図で世界はできています。絶対にね、ナノちゃんみたいな人もクラスにいるし、私みたいな人もクラスにいるから、そう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 。いいんですよ、うん別に。絶対一番前の一番右だったから。ああ、そうだ、あーあれだな、確かに赤。もあそっか、間だもんね。う確かに一番うん確かに出席番号一番ずっとずっと一番だね。確かにだって愛は一番だわ。でも相沢さんとか相川さんがもしいたらリンクそこになるけど確かに開いた。いらっしゃらなかったです。相沢さんとかいたら友達確定なんだ。確かに目の前に。それで話しかけちゃうもん。確かにあ、前あ私より前じゃんっつって。私より前じゃん。それで話しかけられるじゃん。ね、そう。レアなんだけど、みたいな。出会えなかったわ。確かに。確かにね。まあでも、いろんなやり方あります。自分に自信持って堂々としていることが一番いいんじゃないかな。こう話しかけるのが苦手な子は別にそのままでいいというか、無理に話しかけようとしなくてもいいと思うし、うんきっと私みたいなタイプが絶対にいるので、話しかけてくるタイプが、ね、そういうふうにこうなんだろう、無理はしなくてもいいので、自分らしくこうなんか話してみたいなって思う子がいた時にこう素直に話しかけてみたりとか、無理のない範囲でたくさん友達とか新しい人間関係を築いていけたらいいんじゃないかなって思います。いいと思います。素敵なまとめを。大事ですからね。大事ありがとうございます大丈夫、ありのままでいいのよ。そうですよ。
そうですね。まあそんな感じで、はい。皆さん新生活、新社会人の皆さん、はい。一緒に頑張っていきましょう。はい。はい。まあ新社会人といえばね、そういえば私たちイッシュプラザでビジネスマナーを学ぶ会ありましたよね。あっね。でもその見ました日、そうそうそう。やばい、見られてる。どうでした？え感想聞きたい。感想ですか、一旦ね。一旦、びっくりしました。まあね。そうだよね。いろいろ、いろいろね。はい私もびっくりした。いろいろびっくりして、確かに。いやなんかすごい、でもなんか、部長もいいキャラしてて、ありがとうございます。なんか良かったですね。はい。すいません光栄です。はい。社長あ、いいですかいいんですかまさかのそれでも社長ですか CEO や。いいですね。いやでも本当にビジネスマナーをね、すごい、ナノさん、リンさんはそこで学んでいただいたので、はい。新社会人としていつでも通用できるんじゃないかなって思うんですけど。はい。せっかくなんで、今日はリノさんのビジネスマナーチェックもちょっとしたいなっていう特別授業編。最高私社長なのに最高。はいいやいやいや。私は認めてません、まだ。私はまだ社長って認めてません。これから、これからチェックさせていただきたいと思います。あ、じゃあ私はどういうシチュエーションですかそうですね。まあ、前回と同じで、はい YouTube の時と一緒で、まあ、ここは株式会社一種という設定ですね。そして私、ゆうきが、はい引き続きゆうき部長としてはいやらせていただきまして、りのちゃんは部下という設定でビジネスマナーに挑戦してもらいます。はい。今回のテーマはメールです。うん。メール。はい。おしゃべり系じゃなくて文章系ということで、はい。じゃあ今からこの次の文章をビジネスメールにしてもらいたいと思います。はい。部長、なんか熱っぽいから休みます。治ったら明日から出るんでよろしくです。これを、すごいすごい文だね。すごいね。どこに送るんだ熱っぽいってしかもこれ熱あるかどうか確定してないよね。確かにそこもね、ヒント与えちゃダメだ。あ謎解きみたいになってないこれめっちゃ深読みするゲーム。や確かに確かに。熱っぽいちょっとじゃあこれをビジネス帳にあー失礼のないような感じで、こう、紙にメールを書いていただいて。わかりました。私が今から書きたいと思います。はい。書きタイム。プラザね、うちらは名刺交換とか電話対応とか、言葉遣い系やったからね。うん。今日はまた新しいタイプの確かに。やりましたね。もう対応は大丈夫ですか私とか言って。いやでもリンめっちゃ上手だった気がする。そうです。いやいや、もうジャングルプリンセス。まあちょっともね、そこで切れちゃった。切れちゃったまさかの。う諦でもあれはね、あんな理不尽なクライアントがいたらちょっと、そうだね、ね、困る。誰でも怒っちゃうんじゃないかという感じでしたけども。書いてますね。すごいでもスルスル書いてますリノさん。やっぱりいやでも、社会人の人はうん、みんなあれは完璧なのかなって思ったらすごいなって思いますね。やっぱり確かに当たり前のようにやってるな。なんかこうマネージャーさんに連絡する時とかはさ、もちろん丁寧文だけどさ、それがちゃんとビジネスメールとして合ってるのかっていうのを、確かにそそうういうちゃんと学んだことないから、ね、専門的な視点で見られたら間違えてるかもしれない。うんどうなんだろう。と思いますね。と思います。いや今私の手元には回答があるんですけど、そうだ。なるほど。でも結城部長のはい。キャラに面と向かって対応しなくていいのはちょっと羨ましいですね。確かに確かに、癖強のね。こんな文章で対応。いいな。あれが真正面にいたら本当に大困惑圧倒されるよね、まず。本当に。いやすいません。波に持ってかれちゃうかいや全然持ってかれてませんでしたよ。いや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 最初の名刺交換の回もね。ら。私はこの波に乗るのは得意なんですよ。自分で波を作るのが苦手って。だからえゆうきさんが作ったなんか、
YUUKI の波に Yes とか確かに確かに。乗っていったってだけで。なんとかついていったみたいないね。や乗ってました。乗っててそうそうそう途中でこう変化球も入れてくるので、なんか、ねとか韓国語で返事したりしてね。こっちがちょっとペースを乱されるっていう。ねが出てしまいましたからね、あの時は。リンとか波を作ってたじゃん、自分で。あージャンプリはいないよって。あれは大波でしたね。大波びっくりした。あ、流れが変わったって思う。結構流されてそのまま電話切られましたここでけど。流れが変わったぞって。何最初思いましたね。すごい。でも確かに大変な相手には自分の波でこう持ってくっていうそそんぐらいのね手法もありかもしれない。大事。うん。どんだけのこう自分の波をウェーブを作っていけるか。ここれやっぱ新生活においても大事かもしれない。確かに。できましたおーいいっす結構文章量があるように見えますね。はい。自信のほどは。 0です。あれでも私がもし、社会人だって、これ送ったら、まあ、許してくださいっていう感じですね。はい。何がっていう。はい。ごめんなさい、読みます。はい。いいですか？どうぞ。お疲れ様です。お忙しいところメールで失礼いたします。本日なのですが、体調が優れなく出勤するのが難しいためお休みさせていただきます。当日のご連絡になり申し訳ありません。明日は出勤できるよう努めます。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。とってもいい。おーめっちゃよくないいやー、いいと思うすごいですね。丁寧です、とても。いやー、ちょっとこれ私の感覚で、なんかこう、お手本文を見ながら、見合わせながら採点をしなきゃいけないんですけど、はい難しい。じゃあ点数言います。はい。今のメールは、75点です。すごくない高得点一個だけじゃんできてないの。はい。すごい。1個だけどういうこと1個だけ。あ、1個マイナスが25点ってことそうなんですでかっでかいですよね。すごい。これなんか一応お手本の方には、こうはい4つ書いてあってポイントが。はいはいはい。そのうちの1個だけ多分満たしてあ、じゃあ、なんだあ、 2個うん、多分1個だけだね。じゃあだから。 4分の3できてるってことや。え、そうです。すごめっちゃすごい。い。マジですごい。じゃあ正しいビジネスメールの方をはい読んでいきたいとお願いします。思います。あ、でも、ちなみに減点ポイントは何だと思います？それ読んでからの方がいいか。確かに答え。なんだえ、でも知ってる何がダメなんだろ何がダメでもどうこれが送られてきたら、失礼ではないってことだよね。う。うん。うん十分丁寧。うんうん満足いや、もう満足です。さすが。もう満足。ごめんなさい、わかりません社長候補だな。え、なんだろう何がダメなんだろじゃあ、いきますね。はい。はい。では、正解を読みたいと思います。ゆうき様、おはようございます。りのです。今朝から高熱が出てしまい、出社が困難な状況です。誠に申し訳ございませんが、お休みをいただけますでしょうか？明日以降につきましては、体調を見ながら判断させてください。ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。何卒よろしくお願い申し上げます。う。とても丁寧。とっても丁寧。いやーすごいなんかもう多分大企業なんだろうな。ごめんなさい、これ多分もうなんか、すいませんね。確かに、もう私は、まず、ゆうき様っていうのが概念になくて、LINE だと思ってて、そうね。無条件にこう、確かに1対1の、メールだから確かにメールだと名乗んなきゃいけないのか。確かに。シェアシェアシェア。そう、ここだけですね。この宛名をつけるっていうところだけ最初にあったら、そうだ100点ね。確かに。でも、メール確かに思った。お休みさせていただいてもよろしいでしょうかって委ねてるんだよね。こっちは。うん。でも、こっちは、明日以降につきましては体調を見ながら判断させてくださいって言ってるけど、りのちゃんは明日は出勤しますって言ってる。いやいや違う。いや、そうだから、すごい。じゃあリノは、もう大体こういうメールを送るときは、もう、めっちゃ面白いな。プラマイゼロ出勤できるように努めます。じゃあでも、お休みさせていただいてもよろしいでしょうかってさ、正直委ねてもさ、うん。休むじゃん。んだからさ、もう、言い切った方がいいかなと思って。うんうんだからもう、断言させていただいて、明日は出勤できるように努めるんで、うんお休みしますねっていう。なるほどねはい。確かにそこでまあ、プラマイを均衡にこう、うん保ちました。いやでも素晴らしいでも素晴らしい。よかったです。いやーこれ社長候補じゃないですか？いや、確かにだいぶ。あの日行ったら1位だったかもしれない。ね、本当あらに。確かに。やってほしかったな、あの日やったやつも。ね。めっちゃ。電話対応とかね。絶対面白かったと思う。皆さん苦手そうでしたけど。難しかったですね。でもすごいいい経験になりました、私も。
確かに。私もいい経験でした。本当にそう。ということで、はい。皆さんこれでビジネスメールはバッチリですね。はい。はい。微妙な返事。はい。空気が抜けたような返事でしたけど。はい。ということで、そろそろ5月になりますね。はい。はい。もう4月の暮れということなので、うん5月といえば、あれですね。あれというか、まあいろいろありますね。追加。恋のぼりおーそれ恋のぼりって5月っていうかゴールデンウィークですね。 5月ああ、そうですね。そうなんだ。まあ、じゃなくて、じゃなくて、私たちといえば、そして5月といえば、追イベント加が公演もあり、嬉しい。まずは5月9日に、ケイコンジャパンがあります。いやー嬉しいですね。今年も本当に出演できてとっても嬉しいです。嬉しいです本当にありがとうございます。ありがとうございます。確かにもデビュー年ぶりかな、4人でのそうだね結婚は。嬉しいね。う。確かに、そっか、デビューぶりか。うん。嬉しい。思い出深いですね。わどうですか、りんちゃん、意気込みなど。ー。確かに。思い出とか。そうですね。結婚、でも結婚、2年前の結婚むちゃくちゃ記憶に濃ゆく残っておりますね。うん。めっちゃ濃いよね。うん確かに。まあ、濃いね。うん。だって、ファーストステージだったもんね、うんあれが。そうこうデビュー前というか、なんだろう。もう、4人で初お披露目人様の前に立つのが、そうね。ドキドキだったな。確かに小鹿のように震えながら。いやスタンバイしてました本当にそう私はも確かに、しかもみんなでなんかボールみたいなの投げたじゃん、最後。投げたう、夏。今投げるつって4人で一気にパーンって投げて。あーで、なんか気づいたらうちらが多分最後ぐらいにあステージに残ってほんまて、にそう。そう。もう名残惜しすぎて、うんもうこうやってバーって手振ってたのを私はずっと覚えてます。確かに。確かに。ちょっと挙動不審だったかも。初々しかったという。そうですね。初初々しかった。々しかったうん。ゾゾマリンメッセだったしね。そうだそうだ大。きかっでかかた。った。うん。結婚といえば、今年も、かましに行きたいと思います。いやー。皆さん、ぜひ期待してください。ということで、それでは、アットウィズイッシュ、一生一緒にいてくれやまたねー。